どうも、皆さん、こんにちは。デミコです。ですね、今日はね、パターン2、はい、モザイク紙のパターン2っていうことで撮影していこうと思ったんですけど、ですね、もう途中までできてるじゃん、どういうことっていうことなんですけど、ですね、1回目、昨日撮りました。で、その後編集しようと思って動画を見てみたら、最初の部分30分ほどが、カックン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 って動いてるわけ。何これと思って。で、その後、普通にその後気づかずに撮ってたその続きは全然平気だったんだけど、冒頭の部分、全然動いてて、なんか見ててすんごい気になるし、多分、そのまま流したら見てる人も何これって思うと思ったんで、撮り直したんです。さっき、また。そしたらまた、カックン、カックンつって、で、何度撮り直してもカックンカックンになるわけよ。で、何がいけないのと思って、まさかと思ってちょっと調べたら、どうも手ブレ補正が勝手に動いてると。なんか知んないけど、不具合でね。で、それで、やばい、もう私、この iPhone で、だからなんか故障のこともあるから、修理出した方がいいとかってなってて、マジかと思って、もう撮れないんかなと思って。で、いろいろ試したわけ。何度試しても、カックン、カックンってずっと動いてんのよ。で、こうやってね、撮影してる画面をずっと見てると、まるでその画面がね、こう、なんつうの、鼓動してるような感じ。ドッキドッキドッキってしてるみたいにブリッ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 って動くのね。で、多分今動いてないと思うの。っていうのはね、一応ね、答えを見つけたのよ。うん。どうも、完全な水平、地面から水平にしてるとカックンカックンになるみたいで、今ちょっと傾けてるのね。ちょっと傾けるとそれが収まるわけ。でもね、水平にしてもカックンカックンになるってのはやっぱり異常だから、何この iPhone って思ってんだけど、まあ中古だからね。中古買った私が悪いっちゃ悪いんだけど、まあしょうがないと思って。でもとりあえずね、少し斜めにしたら、あれだったんで、昨日続き撮ったやつは若干多分こうやって傾いてたんだと思うんだよね。だから撮れてたんじゃないかなと思うんだけれども、ちょっとわかんないけどね。というわけでね、ここまで編んだのにね、ダメダメだったから、またね、だからね、今から撮り直します。撮り直します。ということでね、ほどきます。いきなりね、パターンをね、その編み方動画をね、やるっていう動画にね、ほどきの作業がまさか入ると思わなかったんだけど、まあ私の動画だからね。私の動画だからねとか言いながらね、もうちょっとどういうことと思ってるわけ。やっぱり中古があかんのか。なんか初期不良のことも多いって書いてあって、その症状が出るときって。やだなぁと思って。でもね、手に持って普通に撮影すると、そのカックンカックンならないんだよね。やっぱ手ブレ補正が効いてる状態になって、なるから、あれしないのか分かんないんだけれども、とりあえずだからね、この冒頭の部分、昨日だから失敗した部分、その部分をね、またね、これ取り直します。今から。これテイク3でございます。テイク3。もう本当に。嫌になっちゃうね。本当に。まあそんなところも全部さらけ出すデミコの動画ということでね、皆様ご了承いただきたいと思うんですけれども。大変ですよ。なんかだからね、普通のカメラ持ち出してさ、どうやって普通のカメラで撮影するしかないかと思って普通のカメラを持ち出してきたんだけれども、なんせね、三脚をね、ちょっと古い三脚があったんだけど、それがもうダメダメで、いただき物っていうかね、ちょっともらってきたものだったから、それもダメダメでさ、いつだか捨てちゃったんだよね。で、その三脚使ったとしてもさ、真上からはやっぱり撮れないから、あったってどうせ撮影できないんだろうけどと思いながら、いやだけど本当カックンカックンは何だったんだろう、何なんだろうね。手ブレ補正が動いてる、勝手に動いてるっていうか、もう常に動いてる状態でその状態になってもそのカックンカックンっていう形で出るっていうのはちょっとやっぱり異常らしいからさ、困っちゃうよと思ってさ、本当に。まあいいや、とりあえず取り直すわということでね、ちょっと準備するんで、準備します。すいませんね、なんかいきなりこうほどき動画で編み方障害動画なのになんでほどいてんのって話でね、もう嫌になっちゃうよね。もう本当にこれで3度目ですよ、撮るの。3度目、本当3度目でも頑張ります。はい、頑張りますよ。はい。もうこれもう最初からやるよ。最初からやるから安心しててください。安心してください。最初からちゃんとやりますから。はいはい。いや本当。というわけで気を取り直して3度目の撮影をしていこうと思います。はい。というわけでさあ始めていこうか。まるで初めて撮影するかのようにやってみようかな。はい。
というわけで本日やるのはこちらの柄となっております。はい、こちらの柄、カクン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 というお山のようなね、二重になってるお山のようなこの柄をやっていこうと思います。はい。で、これ前回やったやつね。なんでかっていうとね、なんでここに書いたんだっていうのはね、これただ単に紙を節約しようとかっていうそういうもんじゃございません。そういうことではございません。理由はですね、プリンターのインクがないということでございます。はい、インクがなくてこの新しいのが擦れなくて、しょうがなく書いてますここに。すいません本当に。こっち見ないでまあ終わったことだからねいいんだけれども。ここもでも書き直したんだよ、せっかく書き直したのにないからまた書いちゃってまた書き直しだわ。まあそのことはいいとしてね。はい。はい。で、今日はこれをやっていくんですけど、今日の模様はね、一つの模様が12目でできてる模様。こうなっております。はい。で、同じようにこうやって入れるのを上下に、こう2段にして入れていく形になってるんだけど、前回のと比べて違うのは、バッテンがいっぱい書いてありますね。バッテンがいっぱい書いてある。で、モザイク編みっていうのは基本的に筋編みと長編みで構成されてて、で、今日はね、どんな感じになるかっていうとね、もうね、3度目のね、撮影だからね、もうね、できてるわけよ。ね、できちゃってるわけ、終わってるわけ。要はこれ、今日はね、これをやっていきます。こんな感じになります。ね。こんな感じで、長編みがこう、ザクザク入った形になるのね。一色またはもちろんここ色変えることができるから一色とは言えないんだけれども、こういう上がったり下がったりっていうこういうの柄が入ってないところっていうのは基本的にこういった長編みで埋め尽くされているのがモザイク編みっていうことになりますね、基本的にはね。なので今日はねこれをやってきます。でまずこの形がねこっちで、これは後で入れてるんですけど、これ反転させてる、もしくはこの山をこうずらして入れてる、どっちでもいいよ、表現はどっちでもいい。でもこういった形でねこうやって入れていくとまた同じものをちょっとずらして入れるとまた別の柄みたいにもなるよっていうことで、ここまで話さなくていいかと思ったんだけど、全部話しておきますよ。もう出来上がっちゃってるからね。なのでとりあえずはここの部分をね、この絵通りの部分をまず入れていこうと、作っていこうと思います。はい。で、こっちははっきりとおまけなので、こっちはおまけ。何おまけってそれはですね、言ったらですね、フリータイム用でございます。はい。そう言っても過言ではございません。というわけで、ここまでは今日基本的にはやっていこうというわけでございます。はい。じゃあやっていこう。はい。じゃあ、ちょっとさっきほどいた糸からやっていこうかな。はい。というわけでね、まずは、最初、鎖編みで、44目拾います。44目拾ったら、まずはこの毛糸のまんま、細編みをずっと入れておきます。で、モザイク編みの基本は、1本目、2本目、3本目、4本目、ね、こう、毎回、入れていく糸が変わっていくので、基本的には右から全部編む形になります。はい。右から全部編む形。なので、一回ここで糸を切って、で、また新たに入れていくっていうのが、モザイク編みのこういう平らに編むね。平らに編むっていうか、こういった1枚のもので編むのはこういう形になります。じゃあ今日も使うのは、もちろん6号。はい、じゃあこれでやっていこうと思います。糸はね、人差し指の向こうから親指の手前にかけて、で向こう側から針を入れてクリンと回して根元を押さえて引っ張ると。これで目を作っていこうと思います。はい。じゃあ44目作っていきます。で、若干ゆったり編んだ方がいいです。若干ゆったり編んだ方がいいと思います。ゆったり編むのが苦手な人は、もちろんこの針をね、1号分、大きいものに、太いものにした方がいいかもしれません。はい。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44。はい、44まで編みました。はい、44まで編んだので、ここで、次の段はそのまま細編みを入れて、鎖目を拾っていきます。なので、ここで一つ立ち上がって、で、入れる場所は、この半目と裏山を拾っていくので、手前のここね、ここ1本、ここ1本残すような形で針を入れてグリン。おっとっと。
はい、グリーンで細編みね。ここに手前の方1本残して入れて、向こう側でグリーンという感じで、こういう形でね、ここにこう入れてこう、はい、こんな感じでずっと細編みを取っていこうと思いますね。大丈夫だね、ずれてないよね。はい、ずれてません。はい、じゃあこのまま細編みを編んでいきます。というわけで、後でフリータイムの時にもちょっと話そうと思ってるんだけど、何を話したいかって、とにかくアフガン情勢ね。なんていうの、情勢の変化が早くってね、いろいろ空港周辺で起こってるじゃないですか。でそのせいでね、いろいろ邦人救出も全然進んでないっていう形になってて、でなのでちょっとそれをね、今すごい心配してるんですけど、それをね考えると、こう結局こうふつふつとこう怒りのようなものが湧いてきて、それがどこに矛先が私の中で今向いてるかって言ったら、もちろん米の国の大統領おじいちゃんでございます。だからダメだって言ったんだよね、去年の米の国の大統領選の時。絶対ダメだって、絶対トラさんじゃなきゃダメだって私は豪語していたんですがうちの家人は、でも僕はあの人は嫌いだからって、嫌いとかそういう問題じゃないっていうことを私はもうずっと言ってたんだけど、誰がちゃんと仕事をしてるのかね、トラさんがどんな仕事をしてるのか、あなたはちゃんと見てきたのと当時も聞いたんだけど、そんなことは知らないと。だけど僕は彼が好きじゃないっていうわけよ。もう完全にフランスもメディアがやられてて、でもうとにかくほぼ周りのフランス人はトラさん嫌いがほとんどです。正しい報道もされてなければね、トラさんがね何をしてたかなんてことはもうほぼ報道されてなくって、言われることはもうほぼ人格攻撃ですよ。だからみんながトラさんを嫌がるようなそんな放送しかしてませんでした、ずっと彼が大統領の間。だけど大統領選の時は絶対トラさんじゃないとアメリカだけじゃなくてね、世界もおかしくなるって私は本当言ってたんだけど、ここまで来ちゃった。はいはいはい、続き後でね。はい、というわけで、ね、ここまで来たのでね、44目、はい、44目細編みで拾ってきますよっていうことでね。はい、よし、ちょっと待って、はいはいはい、44目これで拾えました。で44目拾えたので、さっき言ったようにモザイク編みは右からずっと左に行くんで、ここでこの段は終了になります。なのでちょっと引っ張ってね、ちょっと引っ張って、で引き抜いて終了。はい、こうしておきます。はい、次2段目。2段目の場合はですね、ここね、2段目色を入れていくんだけど、この青い方は緑ね、もちろんね。でそれで入れていくんだけど、そしたら次はずっとここ見ていくと分かるんだけど、青いところね、バッテンないっしょ。ここは上白いところのバッテンだからね。青いとこバッテンずっとないので、ここはずっと筋編みをしていきます。ね、筋編みをすることで、引っかかりの部分を、ここの部分ね、ここを前に残すことで、上からこう、ね、長編みで拾っていくときにここから拾えるっていう話でね。これ残しとかないと拾えないからね。モザイク編み成り立たないから。なので、とりあえずこの段はずっと筋編みを1本、青いので入れてきます。で、ここ青、こことこことこことここじゃん。こことこことここじゃん。ここ白いじゃん。どういうことって。でも、とにかくここは青いの入れてきます。ね。青いのを入れてきます。はい。色はこの時は気にしない。もうすでにっていうか、なんつうの、さっさと青いのをね、入れたらもうこれを編んでいくことしか考えない。何を見るか、バッテンがあるかないか、それだけを見ます。色は関係ありません。編み進めていくときは。基本的にはこれ柄として色がこうやって書いてあるんだけど、編み進めていくときは重要なのは色がどう来てるかということよりもバッテンがあるかないか。もうそっちに最初は集中してください。その方が、わかりやすいです。編み図があるときはね。なので、まず、最初の細編みって、最初1目目、これね、1目目、こうやって分けてるでしょ。ここは全部細編みです、最初、1目目は。で、最後の目も全部細編みになるので、一応こうやって線を引いて分けてます。なので、1つ目、普通に細編みの頭に入れて、引き抜いて、止めて、ね、鎖編みで止めて、で、ここに細編みを1つ
最初の目に、ね、同じところにこうやって入れます。でこれ見ていくとね、さっき言ったようにここにはバッテンがないから、ここはひたすら筋編みで1本入れていきます。はい、じゃあここは筋編みをずっと入れていきます。そうで、うちの家人はそんな風にね、好きじゃないからって言ってたけど、私はもうとにかく寅さんじゃないと米の国もおかしくなるし、世界もおかしくなるって言ってたんですよ。ね、そしたら案の定これですわ。ね、というわけで今朝我が家に小さな変化が起こりました。はい、うちの家人が、もちろんおじいちゃんが能力ないっていうのはもうなんていうの、少し前からもう分かってたんだけれども、認めましたね。やっぱり寅さんだった方が良かったのかもしれないということをようやく認めました。はい、なんかね、彼が何をしてるのか知らないけどっていうふうに言いながら、彼って寅さんのことね、何をしてるか知らないけどとにかく好きじゃないからとかって、そんな基準で世の中のことをね考えられちゃ困っちゃうわけよね。やっぱり何をしてるかで判断しないと、好き嫌いで判断してたら世の中おかしくなっちゃうからね。政治家を選ぶときはね。だから本当にその国のため、もしくは世界のためでも何でもいいけど、基本的には国のためだよね。そうやって働いてくれるかどうか、そこが一番重要なんで、好き嫌いははっきり言って関係ないし、人格攻撃する意味もないということで、少し今回、我が家で変化がありましたということで、はい、ここまで編んできましたよ。はい、ここが最後の目になります。で最後の目はね、さっき言ったように一番最後は細編みで、ね、細編み普通に入れて細編みで終了ね。でちょっと締めて、で終了。あれずいぶん余っちゃったな。おい、あれなんでこんな長いんだ。これじゃない、違う糸入れちゃったんじゃない、もしかして。違う糸入れたかもしれんな。まあいいや、しゃあないね。はい、そこは仕方ないので、はい、ちょっと切っときます。はい、邪魔なのでね。はいはい、こんな感じで2段目が編めました。2段目筋編み全部編んできました。で3段目は白の方を入れてきます。同じように頭に普通に針を入れて、3段目、はい、この糸を入れていきます。はい、で引き抜いて、間違えた。ちょっと待って、間違えてないけど、糸がね割れやすいんだね。頭に刺して、で引き抜いて鎖編みして、根元に細編みを1つ入れます。はい、入れたら、はい、次見ていきましょう。はい、バッテンが出てきましたよ。今ここ編みました。でこの段はまずバッテン1つね入れて、でバッテン1つっていうか長編みね、バッテンイコール長編みだからね、長編みで1つ下に下ろして拾っていきます。そして筋編みを123と入れて、でその後は123456789個長編みを入れて、次また3つ筋編みね、筋編みをしたらまた9つ長編みっていう形になってます。はい、じゃあこれをとりあえずやっていきましょうね。ここで初めて3段目にして初めてこう柄が入ってくるっていう感じ、柄を入れていくための動作が入ってくるっていうことですね。はい、じゃあ最初長編みで下ろしますね。そうで長編み拾うときこう間違いないしてね、ここ1目目細編みで取ってる、2目目ここの分を長編みで取るので、隣のところ間違えないように2目目の長編みを編んできますね。2目目の筋編みのところに要は引っ掛けていくってことね。そしたらこの裏のここの編み目はもう拾いません。この部分なんでこう隠れるんで、これ拾っちゃうと目がどんどん増えていくので、ここは拾わない。そして隣から1、2、3と入れてね、細編みっていうか筋編みを3つ入れます。そしてその後は長編みを9つ入れていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、9まで入れた。
はい、次はね、9まで入れたので、その隣からここから筋編みを3つ入れてきます。でまた長編みを9つ、これの繰り返しですね、最初はね。じゃあちょっとこれをねやっていこうと思います。というわけで、はい、最初のね細編みと筋編みを編んでいく1段目2段目は、ゆっくりおしゃべり動画いや私がしゃべるスペースがゆっくりなだけで倍速にしてるんで、皆さんにはゆっくりには多分聞こえてないと思うんですけどそんな感じで最初だけはねちょっとそうやっておしゃべりを入れていこうかなとちょっと思ってるんで、はい、電話鳴ってるね電話気にしないでください。我が家は基本的に出ませんね。家電なんてね今出ませんよ基本的に。本当に私に用事がある人はね携帯にかけてくるし、だいたいこういうのは広告でございます。はい、広告です。それ以外にかかってくるって言ったら家人の家族からなんだけれども、今家人実家に戻ってますんで、はい、実家に帰らせていただきますということで、今日一日実家ですなので今あっちに行ってるのでかかってくることはございません。はい、はい、9個編んだ。はい、これでねまた9個編んだんでね、喋りながら編んでるとね合ってないかもしれないからね、大丈夫大丈夫。はい、それでまたこう1、2、3筋編みをして、次また長編みを1、2と入れて最後ね。で次が最後の目になるので、最後の目は細編み、普通に細編みを入れます。で少しキュッと締めてね。でこれなんでキュッと締めるかっていうと、あれなんです。このまま普通に編んでいくと、気使わないで編んでいくとこっちがね広がり気味になるので、はい、広がり気味になるので、ここを少しちょっとキュッと止めといた方が、きつめに少ししといた方がいいと思います。次4段目。はい、じゃあ4段目とりあえず先に入れちゃいますね。ね、頭を普通に入れてね、で止めて細編みを一つしますね。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、4段目。4段目は今ここを編んだところ、次筋編み1つで長編みを1つここで下ろして、筋編みを1つ編んで長編みを1つ下ろして、その後9つ筋編み、そしてまた1つ長編みをして、1つ筋編みをしてまた長編みね。どういうことかというと、これを見ると分かるんですけど、これ見て説明した方が分かりやすいと思います。これから今することっていうのは、ここに3つずつ色が残ってるのね。こうやってこの3つずつ色が残ってるところの両端、ここの両端を結局このところ、ここに長編みを落としていくっていう形になります。はい。ね。数字ね、こう見てバッテンがあるかないか、そして模様がどういう形で入っていくのかっていうのを確認しながらやっていくと分かりやすいかなと。はい。じゃあとりあえず最初が筋編みで、そしたらここを下ろす。ね。長編みを下ろして真ん中は筋編み、そしてまたここは長編みを下ろして拾って持ち上げて、でここからはずっと筋編み、9つ筋編みですね。だからね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、これ筋編みで、ここに来たのでこの両脇を長編みで拾ってきます。で1でまた長編み、これをとりあえずこの段はこれだけですね。だからね、長編み2つずつこう下ろしていく感じね。はい、じゃあこのまま編んでいこうと思います。4、5、6、7、8、9で長編みで1つ筋編みをして1つ長編みをと、はい、長編みでまた1、2、3、4、5、6、7、8、9でここに来たので長編みで拾って1つ筋編みで長編み、おっと足りるか。最後が筋編みが
2つで細編み。おお、ギリギリや。ギリギリやん。ね、ここ細編みを1つ取って、ね、細編みをして、ちょっときつめに留めたら、ここを抜くと。ね、こういう感じになります。ギリギリ足りたね。ギリギリ足りたね。はい。さっきのと逆だったんだろうね、多分ね、糸が。そうかもしれないね。わかんないけど。わかんないけど。はい、次。はい、次。同じように頭にぶっ刺して糸を入れてきます。はい、これ5段目になります。はい、最初のところを細編みでね留めました。最初5段目ね、ここ編みました。次、筋編みが2つ入って長編みが1つ、筋編みが3つ入って長編みが5つ、筋編みが3つ入って長編みが1つ、筋編みが3つ入って、長編みが5つ、ね、この繰り返しになります。で、形的にはどうなるのかというとね、ここさっき今ね下ろしたところのど真ん中にまず1つ下ろしてきます。ね、ここね、この部分でポポポッと3つ編んだら5つ長編みでこう下ろしていくんだけど、それはさっき編んだ9つのこの内側ね5つ分、真ん中の部分を5つ分編んでポポポッと、筋編みをしたらまた真ん中に下ろしていくって、こういうことですね。絵柄的に言うとこういうことになります。はい、じゃあやっていきましょう。とりあえず最初は筋編み1、2ね、どうやって長編みをね、ここ3番目、ここにね、だから長編み1つ下ろすでしょ。どうやって柄的に下ろしていくのかってことを理解すると、逆にもうなんていうの、編み図はいらなくなってくるのね。そこまで理解できるとね。はい。で、3つ筋編みをした後、ここやね。どこや、ここだ。はい。ここから5つ長編みを下ろしていきます。2、3、4、5ね、5つ長編みを下ろしたら、この後また3つ筋編み1、2、3、はい。そうするとここに来るから、ここで1つ真ん中下ろす。だから絵柄っていうか、そのデザインはね、一応だからどんな風に進んで入っていくのかっていうのを絵柄的にも理解してた方がもちろん編みやすいです。その方がね、頭の中で分かってる方が編みやすいんで、で編み図はその確認のために使うぐらいのね感じでね、その方がいいので、数を数えて入れていくというよりも両方だね。だからね、数を数えて図柄も理解しといてっていう感じかな。ね、2、3個編むとここに来るのでね、迷わず下ろせるじゃないね。はい、1、2、3で、こっから5つ長編み1、2、3、3、4、5で、また1、2、3と編んだら、ここまた真ん中に来るから、ここで長編みを拾います。で、1、2、3ね、3と編んだら最後の目に来るので、最後の目は細編みで拾います。で、ちょっときつめに締めて、で引き抜くと、はい、こんな感じで、はい、こんな感じで柄がねほんのり入ってきました。はい、次6段目糸を入れていきますよ。はいはい、これで一つ細編みを入れます。はい、入れたら、はい、6段目
ここ6段目。6段目はどうしてるかっていうと、ね、今編んだのがここ。で、バッテンがあるかないかを見ていくと、まず1、2、3、4、5個筋編みをして1つ長編みで下ろす。1、2、3、4、5。5個筋編みをして1つ長編みを下ろす。5個筋編みをして1つ長編み。これの繰り返しになります。はい。まず最初。筋編みを5つします。1、2、3、4、5。はい。ね。で、ここで1つ長編みを1つ下ろします。はい。こういう感じね。で、また、1、2、3、4、5ということで、ここに下ろす。1、2、3、4、5で下ろす。はいね、柄的に見てもらうとね、ここも同じようにここの両脇をこうなんていうの、長編みを下ろしていく感じ、こんな感じになります。じゃあ続けていきます。で1、2、3、4、5で下ろす。でまた1、2、3、4、5で下ろす。1、2、3、4、5で下ろす。1、2、割れたね。2、3、4、5で下ろす。で、ここが最後の目になるので、最後の目は細編みで留めると。で、ちょっと待って。で、一つ編んで、ね、引き抜いて終了。こんな感じになります。はい。はい、6段目まで入ってきました。というわけでね、続きはね、昨日撮った動画の方で、見ていただきたいと思うんですけれども、こんな感じでね、入ってきたんだけど、ちょっとここでね、一つ説明しておくのは、長いな、これ。長いな。ね、切っといて、こちらはね、こういう感じで、糸がこうやってピューッとまっすぐ横に流れるように出てるんだけど、こっちの糸がね、こっち入っちゃってるでしょ。ね、入ってるじゃん。これを何か例えば、昨日編んだやつで見ると、こんな感じね。昨日ってかこの前編んだやつで見ると、こんな感じで、ね、なんかの敷物に使いたいなって言ったら、この長さを揃えて、例えばね、ちょっとしたフリンジみたいにして使えるじゃない。で、それを編みっぱなしだと、こういう方向になってるのね、今ね。向こう側のこう内側に入るような方向。だけど、これをこういった感じで普通に横に流す、方法も、後々語ってますんで、そちらの方、ご覧ください。なんで今それ言ってるかっていうと、一番最初撮った時にね、それを言っててね、やるからねって言ってて、で、後で撮った方にね、最初の方で言った通りみたいなこと言っちゃってるわけよ。なので、とりあえず言っとかないと。言っとかないと。みたいな。なんで種明かししちゃってね、みたいな。はい。じゃあ、こんな感じで6段目まで編んできました。次、7段目は、こちらの、この後の続きの動画ね、昨日撮った動画の方で、ご覧ください。ということで、はい。じゃあ、続き、どうぞ。はい。ということで、なんだか見つけてきました。はい。というわけで、今のところ、ね、今こう、6段目まで、ここまで入ったことになります。はい。ここまでね。はい。こういう感じ見えるかなこれで。これでいいかなはい。次、7段目。7段目を入れていこうと思います。はい。いや、時間夜になっちゃいました。はい。ですね、この間ちょっと、また、夕飯タイムがちょっと、挟まってございますけれども、はい。気を入れ直して、ちょっと続けていこうと思いますよ。はい。じゃあ、ここを、こう入れて、で、一つ細編みをして、はい、7段目。7段目はどうなってるか。いきなり下ろします。はい。いきなり一つも下ろして、1、2、3と、
筋編みをして1つ下ろして1、2、3。1つ長編みをして1、2、3。1つ長編みをして1、2、3。もうずっとこれだね。だからね。はい。なので、ここは、はい、1つ長編みを下ろして、その後、はい、1、2、2、3と筋編みをして長編みを下ろす。で筋編みをまた1、2、3、はい、3として下ろす。1、2、3、下ろす。1、お糸が割れんじゃよね。1、2、3、はい、これで下ろす。はいね、どうなってるかっていうと、カクン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 ね、カクン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 と下向きのところのね、ここに一つ入ってカクン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 と山になってる中心にまた一つ入ってて、こんな感じで3つおきに長編みが入ってく段ということになります。なので1、2、3で下ろしてね、ここはど真ん中、山のど真ん中なので下ろして1、2、3ね、そしたらこの脇っちょ、こことここに下ろしていくっていうのがね、図柄っていうかこのデザインを見ると分かってくるようになってきます。こう編み進めるとね、だんだん形が見えてくると、あ、ここで下ろすんだなっていうのが分かってくると思います。はい、でここで下ろすね、柄見て下ろすところが分かるようになってくれば、もうあれだからね、何この絵、これはね、編み図はね、いらない感じになってくるからね。うん。で1、2、3で下げて1、2、3、はい、下げて、でとりあえずまだ一つ残ってるんで、一つは筋編みをして、最後の目は細編みとね、はい、これで引き抜いて終了。はい、これで7段目まで編んでまいりました。はい、次8段目、はい、8段目でございます。はい、8段目、はい、頭を最初の細編みの頭を拾って、はい、糸を入れて一つ細編みをして、で次、はい、次今ここ編んだから一つ筋編み一つ下ろして一つ筋編み一つ下ろして123筋編み一つ下ろして一つ筋編み一つ下ろして123と、はいはい、パターンとしてはここから数えると、ここから見ると一つ下ろして3つ筋編み一つ下ろして一つ筋編み一つ下ろして3つ一つ下ろして一つ、はい OK です。はい、こんな感じで次もやってみますよ。ということで次は一つ筋編み、そして一つ下ろす、で一つ筋編み、
1つ下ろす。ね。で、3つ、ちょっと待って、糸が割れる。3つ、筋編みで1つ下ろして、1つ筋編み、1つ長編みで下ろして、でまたこれ1つ2つ、ここは3つ筋編みだね。123筋編みをして長編みで、次1つ筋編み長編み、こんな感じでね。これもまた柄を見るとどこで下ろすのかが分かるようになってきたよっていうことで、こうなってるとこのこことこことこことここに長編みを入れていけばいいという感じですね。はい、そんな感じです。なのでここもそのまんま続けていこうと思います。123で下ろす。で1つ編んで下ろす。で次は3つ編んで筋編みで編んで、で1つ長編みで下ろす。で1つ編んで筋編みを編んで1つ長編みを編んで、でまた筋編みを123で長編みを下ろす。で1で、そうだね、ここすぐ下ろすね。はい、すぐ下ろすと。でまた123で下ろす。1編んで下ろす。で最後はここを1、2と筋編みを編んだら最後の目なので、最後の目は細編みで拾って少し締めて、で引き抜いて終了。はい、こんな感じでございます。8番目まで入りました。次9番目です。はい、9番目を入れてきます。9番目9段目ね。前回の動画でも9番目とか言ってたけど9段目だよね。はい、入れて鎖で編んで細編みをして、はい、次今ここを編んだので1、2と筋編みをして長編みを1つ、1、2、3筋編み、長編みを1つ、1、2、3筋編みで長編みを1つね。これは3131ですな、ずっとね。というわけで、はい、1、2、ここはとりあえず2で、またここの真ん中で3番目で落とす、ね、この真ん中で落としていく。1、2、3でまた落として、で1、2、3で落とす。もうここはもうなんつうの、3と1の繰り返しでね、柄がちゃんと入ってくる感じになるので、じゃあこのままね端っこまで編んでいこうと思います。で1、2、最後3まで拾うね。3まで拾って、で最後の目だからここは細編み。はい、
はい、これで9段目まで入ってきましたね。見えてきたね。なんとなくね、なんとなく見えてきましたよ、柄が。はい、次10段目でございます。はいはい、じゃあもういつも通り入れて、はい、で細編みをして、はい、10段目ここです。ここ今入れました。で12345 5個筋編みして1つ下ろす、5個筋編みをして1つ下ろす、5個筋編みをして、はい、こんな感じでございます。なので1 2 3 4 5で下ろす。でまた1 2 3 4 5で下ろす。この繰り返しです。ここの段はね。はい、じゃあとにかく5筋編み1長編みということなので、これはこのまんま素直に端っこまで編んでいこうと思います。熱い、やばい、よいしょ、熱い熱い、1 2 3 4 5で下ろして、1 2 3 4 5で下ろして、1 2 3 4 5下ろして、1 2 3 4 4 5で5、あ、どれか、おう、こうでしょ、こうで1 2 3 4 5で下ろして、で最後一つ、最後の細編み入れて、はい、でこれで終了。これが10段目。これどこまで書いた私、10 33ってことは13段目までね。はい、はい、次11段目いきますよ。11段目、どうよ、ね、よし、こっち、はい、11段目行ってきますよね。行ってきますよね。やってきます。はい、1で細編みを入れて、はい、11段目ここ、はい、バッテンが来ましたよ。はい、なのでここは1個今入れたとこね、細編みしたとこで12345と下ろす。まずね5、長編みをして123筋編みで1つ落として、なんかちょっとこれバッテン間違ってんな、これ間違い、これなし。12345で3つ筋編みをして1つ、長編みをして3つ筋編みをして5つ長編みをしてっていうのの繰り返しになります。この最初のこれ間違いだわ。ちょっと修正ペンで後で消しとかないとね。はい、消しときます。はい、なので今筋編みじゃない、細編みを入れたので、もうすぐ下ろしていきます。1 2 3 4 5、はい、で1 2 3と筋編みをしたら、ここ真ん中に1つ長編みを下ろして、でまたさらに1 2 3と筋編みをしたら、この後は全部ここの部分は長編みで下ろしていく。1 2 3 4
で5と。でまた1、2、3で真ん中に下ろす。はい、じゃあこれの繰り返しでやっていきます。1、2、3、2、3、4、5で1、2、3、真ん中1、2、3で1、2、3、4、5。はい、でここを一つ筋編みをしたら最後の目になるので細編み。はいはい、ほうね、こんな感じになってきましたよ。はい、次ここ、次12段目12段目入れていきます。12段目は逆にほとんど筋編みですな。はい、筋編みということになります。はい、これで細編みを入れて、はい、ここね、今入れたところ、そして1234567細編み、細編みっていうか筋編み、筋編みをして長編みを一つ、筋編みを一つ、長編みを一つ、そしたらまた123456789ね、9、ここ普通のところは9ね、ここは最初だから7だけど9編んで、で111ね、111か。はい、なのでとりあえずここは7つ筋編み、1、2、3、4、5、6、7。はい、お山のてっぺんに来たのでね、ここの隣、両隣で下ろすっていうことですね。だからね、ここで長編みをして、で筋編みを一つ入れ、そしてその脇でまた下ろすね。で1、2、3、4、5、6、7、8、9ね。でまたここに来たから、この白の両脇で上げてあげると。真ん中は筋編み、両脇で長編み。はい、でまた9で編んでいきます。3、4、5、6、7、8、9で1、1、1、2、3、4、5、6、7、8で終了なので、最後に細編み、はい、細編みをして終了。はいはい、次はい、13段目。これが一応ね、今回の柄描いたところの最後になります。こう刺して、はいはい、さらに長編みが増えますね。はい、なので1個とりあえず今止めたので、1234567、とりあえず7下ろして、123筋編みをして9長編みをして3つ筋編みをして、でまた9とね、そんな感じ。はい、
1、2、3、4、5、6、7で、ここは1、2、3で、またね、ここは今度9ね、9、3、4、5、6、7、5と、7、8、9で、1、2、3、はい、じゃあ9と3の繰り返し、9の長編みと3の筋編みの繰り返しをやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9で、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8ね、8まで、8でここまで編んできたけど、ここはもう最後なので、そういう時はここは細編みで締めます。はい。はい、こんな感じで一応柄がこんな感じで出来上がりました。ちょっと下がきつかったかもね。まあまあ大したことないんでね、それはそれでいいんですけど、はい、こんな感じで出来上がりました。じゃあね、この柄をね、ちょっとね、もうさらにダブルでもう一段編んでいこうと思います。はい。で、ちなみに今回はこうやって全部かぶせてやったんだけど、これをやらずに別にこれをね、さらに同じ柄をずっとこのまんまこうやって、またこの上もこうやってね続けていくっていうこともできるんで、次回はねちょっとねそっちの方やっていこうかなと思うんですけど、こんな感じでやりました。で、もう一つ柄をね上に乗っけようと思います。はい、同じようにね、同じようにだけどちょっと違う感じでずらすとこうなるよっていう感じでちょっとねやっていこうと思いますよ。はい、この上は何も書いてございませんので、はい、でこれをちょっとね続けていこうと思います。はい、ちょっとあれだわ、休憩だわ、休憩。はい、ちょっと休憩。というわけで、ここからはアフレコになります。というのも、この動画撮影時には、カブール空港でテロが起きたばっかの時で、それから時間も経っちゃってね、情勢がどんどん変わっちゃったんで、はいはい、そういうこと、取り直しってわけです。はい。で、何度も取り直してね、実はね、でもね、ほら、話が長くなっちゃって、どうしてもね、20分とか30分とか喋っちゃうわけよ。だからね、なるべく短くなるように、ちゃちゃっとね、早口で喋ってね、喋るんで、お聞きづらかったらすみません。で、もう、とにかく、なるべく短くするために、結構なところ、はしょってね、あれすんで、説明足りないところもあるかもしれないんだけど、まあそれはね、まあおいおいっていうことでね、今回は私が本当に、訴えたいことを中心に喋っていこうと思うんですけど、はいはい、そういうわけでよろしくお願いします。で、最新のニュースによると、テロによる死亡者数が現在100人以上。で、そのうち米海兵隊員が13名、タリバンからも最低28名の犠牲者が出てるっていう話で。でね、なんでタリバンからも犠牲者が出てるんだろうと思うかもしんないんだけれども、このテロの首謀者は ISIS-K ってわけで、で、ISIS-K っていうのは皆さん調べていただければわかると思うんですけども、ですね、もともとはね、この人たちはね、タリバンだったんですよ。で、タリバンの中でも、超過激な組織で、
なんていうのかな、タリバンっていうのは結局ね、タリバンっていう看板をかぶってるけどね、もう下部組織がいっぱいあって、その中の一つでとても過激な、組織だったと。でその人たちがもうトップっていうか、その本部が生ぬるくて仕方ねえってことで、看板を掛け替えた先が ISIS だったっていうわけですよ。で K って何っていうのは、 K っていうのはアフガニスタンとパキスタンとの国境あたりの地域の名前、その頭文字を取って K ってつけてるわけなんだけれども、そういう人たちが今回その対外的にね、なんとかこううまくやろうとしているタリバンの邪魔をしてるっていう状況で、なんでこんなねテロまで起こしてね、何がしたいんだってことなんだけど、そこはね私ねまだねよく分かってないんだよね。いろんなことがネットで言われてんだけど、まだねそれはね推測の域を出てないし、私としてもまだねちゃんとね飲み込めてないんでね、ここではとりあえず言いません今はね。本当に分析が十分にされてないんで、でとにかくね、現地はねもう複雑なところがもっと複雑極まりない状況になっているということでね。でそんな中でですよ、ね、邦人および日本人に協力していたアフガン人およびその家族をね救出するために日本は自衛隊機を飛ばしたわけだけどね、でも結果としてその救えた人は日本人1人ね。でそして、十数名の現地人も輸送したっていうことを聞いてるんで、結果としては、ちょっと渋い結果になっちゃったんだけども、じゃあねどうしてこんなことになったのかっていう、そこなんですよ。一番考えなきゃいけないのはそこだと思ってて、まずとにかく法律のせい、まずね派遣する際にね、これ私ね今回ね早かったと思ってますよね。日本としてはね早かったと思ってる。でも他国に比べたらやっぱり遅い。それはねやっぱり法律のせいでいろいろな手続きを得ないと飛べないわけですよね。で15日にタリバンがカブールを制圧してすぐに他国はその軍の輸送機を飛ばしたんだけど、日本は飛ばせなかったね。それはもう本当に手続きの問題で、自衛隊としては準備をしてた、準備をしてて、もういつでも飛べるような状況だった。でそこで23日に OK ってことになったんで、その日中にね、その日の夜にはもう飛んだわけですね。その日の夜に飛べるってことはもう準備してたってわけだから、もちろんね。だから即応力もちろんあるんで、行こうと思えばすぐに行ける。だけど手続き上の問題ですぐに行けないわけですね。どうしてそんなことになってるの？やっぱり法律なわけですよ、そこでね。で今回その活動範囲っていうのがものすごく狭くて、要は安全な地域でしか活動できないわけだから、つまり空港から出られなかったわけですよね今回ね。でなんで出られないんだっていう話で、もちろん安全な地域にしか派遣できないっていうのが基本で、そこから出るにはね、国の中でその国内で活動しようと思ったら、その国の政府の許可がなきゃ活動できないわけですよ。作戦を行えないわけですね。だけど見てくださいよっていう話で、アフガニスタン政府どこ行っちゃったの？崩壊しちゃったじゃない。じゃあ何、タリバンと交渉するの？でタリバンは何て言ってた？日本人は返さない、だから自衛隊は帰ってくれね。その状態でじゃあ自衛隊が国内で行動を起こしたいって言ったって、タリバンが OK するわけがないってわけですよ。だから自衛隊は空港から出れなかった。よって退避希望者は自力で空港にたどり着くしかないっていう状況だったわけです。でもちろん道は塞がれてる、検問もある、で日本人は出さないって言ってるね。だから身分証明書を出したって日本人だったらダメだって言われるかもしれない状況。そして空港の周りではテロが起こってる状況ね。アメリカの兵隊さんすら亡くなってるこの状況の中、100人以上亡くなってる状況の中、どうやって日本人が自力で空港にたどり着けるのね。そうでしょね。でここにね問題もう一つあってね、しょっぱな逃げちゃったでしょ、大使館職員。本来だったら現地滞在の日本人と自衛隊との調整役をしなきゃいけないはずの大使館員がまず先に逃げちゃったわけよ。つまり自衛隊はできる限りのいろいろな線でなるべく多くの退避希望者を連れてこうと努力したんだけども、結局空港まで日本人を集めて連れて行かなきゃならないはずの大使館員職員がいなかったわけで、つまり外務省職員ですよ。でそれがさもういないって言うんだからさ、やれることって限られてるよねって。だって空港から出れないんだから自衛隊は。でどうにもならんわけですよ。でそんな状況でですよ、もうさ、アホなツイートした国会議員がいたでしょうね。なんで自衛隊は一人しか救えないんだって、よその国はね100人単位でね救出してんのにってね。そうチン君ですよね。立憲のチン君ね。前回のさ安保改正の時にさ、安全地域にのみ派遣できるってさ
付帯案くっつけたの、付帯条件くっつけたの誰さ。ねいつもさ憲法改正って話が出てくるたんびにさ、それを阻止しようとさねギャーギャー騒いでんの誰さ。ねお前やんけ。お前たちがやってるんやんけ、その阻止を。ね法律をさ変えさせないようにしてさ、自衛隊のさ手足縛ってさ動けないようにしてて、何一人しか助けられなかったって、お前何言っちゃってんのって話でさ。ね何言っちゃってんの本当にね、国会議員がさこのさなんで助けられないっていうのをさ知らないわけないじゃん。知ってて言ってんだよ。だからこの人本当よく言うわ。こんなさ手足ね手かせ足かせついた状態にさせてるのは誰なんですかって話ですよ。でしかもまたさそれにプラスですよ、俺たちは退避を成功させたぜ、でも日本は失敗してやんの、あひゃ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 って喜んでるお隣の警国っていうのがさいるんだけどさ、何なのあれね。いや驚きもしないけどさね、この民度の低さにはさね、人の命がかかってるのに、よくもそんなことで喜べるもんだと本当思っちゃうんだけど、いいわ。あちらさんはさほらめちゃくちゃ日本のことが気になるみたいだけど、こっちはさ相変わらずほらなんつったらいいの、戦略的放置、あれでいいと思いますよ。だからほっとくけどさ、だからとにかくね今回のことでさ日本人が考えなきゃいけないのは、この自衛隊のね手かせ足かせをいかに外すかってことなんですよ。自衛隊が自由に動けるようになったら戦争を始めるとかさ、軍靴って本当は軍歌だけどで軍靴の音が聞こえるとかさ、徴兵制が始まるとかさ言って、あんたらさ何年前に生きてんだよ。ね、戦争始まったらみんなそこいら中の人にさ赤紙でも来てさ連れて行かれるとでも思ってるのかしらっていう話でね。時代遅れもいいとこだよ。本当何年前に生きてんのね。私でもねいるんですよ、そういう友達がね。あんた一体いくつだよって。私と同い年だったわね。高校の時のね極左教育のおかげなんでしょうな。でもこの年になっても抜け出せないってのはちょっとねびっくりなんだけどね。話が脱線したわ。でね、だから私が言いたいのはその今ねこのアフガン情勢を見て日本人は何を考えなきゃいけないか、そこですわ。日本だってね安全なわけじゃないですよ。平和な国と言われてきたけど、その平和は何をよって成り立っているのかって、救助じゃねえよって話ですよ。アメリカっていう同盟国があって日本に基地があって、だから、自衛隊もいて、だから平和を保ててた、現実を見なさいよっていう話でね。でね、いやねすぐこうやってね日本からね米軍が去ると思いませんよ、アフガンみたいにね。でもねこの情勢見てね引き上げようと思ったら、こんな形でアメリカは引き上げることがあるっていうのをねもう目の当たりにしたわけだからね。なんで引き上げるか、その理由の一つね、アフガン兵がどんなに金をかけていろいろ習得させても結局は国を守るという気概を持てないからってこともあるわけですよね。国っていうものをその理解してないっていうか、その概念がない人たちだから、もともとね。だからアフガン人がサボってるとかそういうことを言いたいんじゃないんですよ、私はね。もともとだから価値観が違うし、そのなんていうの、文化もね宗教も違う中で、その私が国っていうものの概念を持っている人たちがその価値観をね押し付けようとしたことが間違いなんだけど、とにかくだからね日本もね自分の国は自分で守ってる気概を持ってないと、米軍は日本を助けてくれませんよって話ですよ。言ったらね、守ってほしい、でも私ら見てるだけなんてありえないっしょ。だってね、そうなるとやっぱり自衛隊の手かせ足かせを解いてやらないといけないわけですよ。つまり法改正、憲法改正ですよ。そこに行き着くわけです。でも今日本は安全じゃん、平和じゃんって、何言ってんだっつの。日本に今差し迫ってる脅威からね目をそらそうって人がいるけどさ、今さ日本にとって一番やばいのはさ台湾有事でしょね。四国っしょね。尖閣だって同じですよ。もうすでにずっとやられてるわけですから。台湾やられたら日本がやられる？違うわね。台湾がやられる時沖縄もやられるってことですよ。台湾と沖縄はセットだってさ。台湾有事の際にどっから米軍は飛んでくの？沖縄からでしょ。すでに四国は言ってますよ、日本もやるとね。だって沖縄はもともと僕たちのものだもんだよ。だってね。この話はまた別の話だからまたいつかするとして、とにかく今考えなきゃいけないのは、自衛隊がさこうやって能力が高いにもかかわらず法律や何やらに縛られて能力を発揮できずにだよ、法律の範囲でしか動けないこの状態をね変えなきゃいけないってことですよ。他国の軍は自由に動きます、ある程度ね。今回はねいろいろな状況的なその制約もあって、31日までにね米軍が撤退しなきゃいけないからさ。だからこれに関してもいろいろ言いたいことあるけど、今回のさ現状を作り出したのは誰かって話ですよね。それはねもう私は間違いなくね米の国のおじいちゃんだと思ってますよね。これも長くなるからね、また今度って話でね。とにかくだから自衛隊は他国の軍のようには動けないわけです、もともと。なぜならそれは自衛隊だからですよ。日本軍じゃないからです。他国の軍なら軍法で動くけど、自衛隊は日本国の憲法及び、法律の下でしか動けない。
それに反したら犯罪者ですよ。ね、自衛隊は自国民を守るために敵にですよ、先に引き金を引いたら殺人罪です。なんですかこれ。でもそれを良しとしてるのが憲法改正や法律改正に反対する人たちですよ。そういうことですよ。だからね、考えなきゃいけない。ね、本当に日本を守る、ね、にはどうしたらいいのか。自衛隊に日本を守ってもらいたいのであれば、もちろん国は自衛隊員を守らなきゃいけない。それは法律によって守らなきゃいけない。ね、そう考えると自衛隊は軍になるべきなんですよ。日本軍になるべき。そして軍法、ね、軍法っていうのを作って、そしてその下で動けるようにしてあげなきゃいけないってことですよ。本当に能力高いのに本当もったいないよって話で。まあいいわ。とりあえずね、もう長くなってきたからやめるけど、31日で米軍が撤退予定ですわ。ね、31日過ぎたらアフガニスタンどうなりますか。ヒャッハーですよ、ヒャッハー。ね、リアルヒャッハーの世界が来るわけです。ね、さらにね、混迷を極めて状況は悪化していくし、もっと危険になってきますよ。でそんな中でね、退避することができなかった邦人もその他の外国人ももちろんですけど、とりあえず日本は、とりあえずね、イスラマバードに拠点を置いて邦人保護への道をね模索していくっていうことなんで、残っている人たちのとにかく無事を願ってね、本当に誰一人としてこの状況でのね犠牲者とならないようにもう祈ってますよ。でそして、今回ね任務を背負ってね現地に赴いた自衛隊員の皆様には本当にね心から敬意をね表したいと思います。あなたたちはいつだって日本の誇りだ。本当に心からそう思ってます。というわけで、また長くなっちゃったんだけどさ、とにかく話がまとまってたどうかもわかんないし、聞き取りづらかったところもいっぱいあるかもしれないけど、本当ごめんね。唐突なんだけど、あれだよ、フリータイムはここまでということで、今回はね、じゃあね、編み物に戻ります。じゃあに。はい。というわけで、はい。ね。ちょうどこの、編み方っていうか、このガタ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 って、ガタガタってなんだよっていう話だけど、ガタガタガタっていうのを、こう、ちょっとひっくり返して、編んだ感じになってますけど、言ったら、同じものをちょいとこうずらしてこう上につけてるだけなので、はい。同じことやってるだけなんですけどね、結局はね、もちろんね。こんな感じでやってきました。で、最後、ちょっと生地を落ち着かせるために、最後、一段だけね、ちょっと、細編みをね、して、こう生地っていうかその編み地をちょっと落ち着かせています。はい。で、最初にね、言ったように、ね、これがさ、ほら、なんとなく、毛糸がこっち行っちゃってるでしょ、これ。これをさ、例えば、この前言ったようにそのコースターみたいなものにしたり敷物にしたりするときにこっちはこうまっすぐなってるからいいじゃん。割とねまっすぐなってるからちょっとピロンってなってるけど、端っこどうしてもこう来ちゃうんだけどさ、こうどうせ使う時にアイロンかけるからね、なんとなく広がってるね。やっぱりほらちょっと広がりやすいでしょ。ちょっとこれ気をつけてもらってね、編む時にね、こういう形にする時はね、もうちょっとだから締めたらよかったね。いいや、しょうがないね。でこっちは割とほらしっかりしてるから問題ないんだけど、ただこれがこっちってるから、これをこっちに持ってくるね。こっちにこっちと同じように横にピュッ出すにはどこを通せばいいかっていうと、こう見た時にここにこう走ってるでしょ、一本こうやってここに通してあげればいいね。そうだからこれだとここだからちょっと細い方入れようか。こっち刺してこれをこっちから引き出してあげるね。でここに入れてこれを引き出してあげる。これはね、ここに入れてで引き出してあげるね。こうやってるとほらこうするとこうやって横に出てくるんで、じゃあちょっとこれをね全部今からねやっていきますよ。やっていこうと思いますよ。こうやって全部ね引き出したらちょっと引っ張って落ち着かせて、はい、というわけで全部通してきました。そうするとほらこうやってね横にちゃんと出てくるでしょね。はい、こんな感じで1枚出来上がりました。どうでしょう。はい、こんな感じでいかがでしたでしょうか。はいね、こんな風に
こう反転してねこうやってやってみたらまた別の感じの柄にもなるしね。これだからさこれだけでもさ別に可愛いけどね、こうやってしてみるとまた違う柄になるし、これはこれでまた他のデザインも考えられてくるよね。こういう風にすることでねいろいろ思い浮かぶと思うんだけれども、だからこうやって反転させなくても同じようにまたこれをさらに上にやることもできるし、あとはもうずっとこれをねこうひたすらこうやって編んでいくっていう方法もあるんで、このひたすら編んでいくのはまあ多分次回にやるかなっていう感じで考えております。はい。ではねここまで今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。何か質問とある場合にはコメントの方に書いてみてください。可能な限りお答えしたいと思います。はい。また次回も近いうちにお会いしましょう。ということで、じゃあ、さよなら。